こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は我が家に届いた不良品のカリンバをどうにかして音が鳴るように修繕しながら、不良品はどういった形で生まれてしまうのかをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回は不良品のカリンバを修理とまではいかないにしても私ができる限りのことをして修繕をしてみました。そちらの様子をご紹介しながらどうして音が鳴らないのかの原因も考えていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらのカリンバを使っていきたいと思います。まずはコラボカリンバなんですけども、コラボカリンバの音の鳴らない不良品をどうにかして鳴るように修繕をしてみたいなと、私のできる限りのことをやってみたいなと思いまして、すみあかさんから送っていただきました。4つ届きました。このコラボカリンバを修繕しようとかなりもがいてたんですけども、その様子はお盆休み後半の8月14日にツイッターで写真を掲載しながらご紹介しておりました。4つのうち2つは修繕完了しておりまして、子供用に取っておくことにしました。こちらに置いてあるものは修繕後のものなので、ちゃんと音は響きます。若干ここは響きにくいんですけど、子供が使うものなのでいいかなという感じで、このように修繕しました。修繕前の音のひどさを動画に撮っていなかったのがもうね、私としたことがといった感じでご紹介できず申し訳ございません。写真は残しておりましたので、写真でご紹介していきたいと思います。1点注意なんですけども、こちらのカリンバなんですけども、通常商品がこちらなんですが、見比べていただくと動画では気づかないかもしれないんですけども、修繕後のこのカリンバは真ん中のキーが通常よりも短めになっています。すみやかさんからいただいた予備キーをいくつか用意して入れてみたんですけども、中央の真ん中のキーだけが届いていなくて、不良品で届いた商品にもここの真ん中のドア全て抜かれていたため、隣のキーの予備のこのレの音で代用しました。こちらは自宅用なので、万が一子供が触っている時にキーが抜けてしまっても私が自分で直せますので、ここは気にせずに使っていきたいと思います。まずは1点目です。左側のキーが何本も鳴らない様子でした。何がおかしいのかなとこういった感じでじっくり眺めていると、ここから見えるキーとキーの間から見える下ナットの棒の様子がなんだかおかしかったんですよね。なんというかザザザザーと傷が入っておりました。なのでキーを抜いてみたところ、下ナットの棒が明らかに不良でした。写真はこちらです。見てわかりますよね。明らかにおかしいんですよね。棒のみ外してみるとこのようになっておりました。もう言葉を失うというか、もうあまりにひどい状態です。これはね、ちょっとひどいですよね。びっくりしました。これだけ傷が入っていて削られているのではもう音も鳴りませんよね。この状態で組み立てをしてしまうこの作業の方も何なんだろうとちょっともう不思議に思いました。なのでまずこちらは手持ちのカリンバキットの中から下ナットの棒だけを交換しまして、キーを差し込みました。それで音も無事になりましたので、こちらは修繕完了となりました。そして2つ目なんですけども、こちらは全ての音がビリ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 とした不協和音のような気持ち悪い音がしていました。上から見た感じでは全くわからなかったんですけども、横から見てみるとこのようにブリッジが浮いてしまっています。ブリッジが浮いている原因はネジが緩んでいる可能性があります。そういったことは過去に何回かありましたので、今回もそのタイプかなと思いまして、キーを全部外してネジを締めてみましたが、なんとネジが空回りしてしまいます。と思ってびっくりしまして、全てのネジを外してブリッジを外してみたところ、このような感じになっていました。ひどいですよね。ボディがバッキバキです。どうしてこんなボディのままなのにこのまま組み立てられたのか、もう意味が分かりませんちょっと感情がこもってしまいました。はい。なので私の持っているキットのネジが実は長さが2種類ありまして、試しに長いネジのものを使ってみることにしました。ブリッジも歪んでいそうだったので、ブリッジもキットの新しいものと交換しました。そして長いネジでしっかりとギュッと固定することができましたので、組み立て直しました。無事音も鳴りましたので、こちらも修繕完了となります。
そして残りの2点なんですけども、どこがどう悪いのかわからないんですけども、この左右のね2本が鳴らないんですよね。こんな感じで音が響きませんでした。なのでここのキーを外してみたり、そしてネジも締め直してみたりで、キーを新しいものと交換して入れてみたり、逆にキーを歪ませて入れてみたり、やれることをやってみましたが改善には至りませんでした。なので残りの2台は私の工作用に使わせていただこうかと思います。もうこの1台はすでに工作してしまいまして、このような形になっています。どうしてこの形に工作してしまったのかはまた後日動画にしてみたいと思います。そして我が家に届いたカリンバでもう一つ不良品がございました。こちらのフルルの34キーです。動画にもしましたが、どうやっても下段の左から2本目がなりませんでした。キーを外してネジを回してみましたが、1本だけちょっとだけ緩んでいるネジはあったんですが、他のネジはしっかりと締まっているようでした。どうしても治らないので、以前こちらの猫のカリンバを作っていただいたソライロ様にご相談してみたんですけども、箱型は不良かどうかの見分けがしやすいようですが、ソリッドはなかなか分かりづらいそうです。またこのような半音付きカリンバもソライロ様の方で購入したものの中では不良品が届いたことがないためわからないそうです。今回のようなケースの不良品の対策方法はまだ見つかっていないそうで、いろいろと可能性のある方法を教えていただきました。例えばキーをペンチでひねってみたり、キーを入れ替えてみたり、そういった対応もしてみたんですけども、今回はねもう残念ながら音が全く変わりませんでした。今日は寝起きから2時間半ぐらいですかね、トントンカンカンやってみたり、キーを刺して入れてやってみたりしてたんですけども、気がつけば何時間もかかっていたのに音色は変わらず、残念な結果となってしまいまして、結局今現在はこのようになりました。ちょっと音を出してみます。はい、いかがでしょう。通常の B 調でもなく C 調でもなく、このような音階にしてみました。この鳴らなかったキーなんですけども、なぜか音を低くすれば響くんです。逆に高くしすぎても響くんですよね。もうね、謎です。なぜピンポイントで使いたい音のところだけ鳴らないんでしょうか。力が入りますね。B 調でもダメ、C 調でもダメ。B 調だとここがラのシャープですかね。で C 調だと C ですね。その2つがどうしてもならないんですよね。なんでなんでって、もうすっごく不思議だったんですよね。で音が鳴る位置を探してみたんです。このね1本のキーが響く位置がちょっと低くしたラか、ちょっと高くしたドなんですよ。ちょうどその C 調と B 調の間が鳴らないですよね。なのでいろいろとちょっと考えてみまして、 D 調、レから始まる D 調にすれば、このねここのキーを C のシャープで使えますので、できるんじゃないかなと思ってちょっと上げてみました。そしたらこのような感じで音がなんとなく全体的にバランスよくなるようになりました。謎です。本当はねここの高いキーがどうしても一番高くしすぎてしまうと長さが短くなってしまうので、やっぱり物理的にならなくなるのは分かっていたことなので、できれば下げてここのキーをラで使えるようにしたかったんですが、残念ながらこの下段がね割とギリギリなんですよね、長さが。なので低くしすぎてもここの真ん中は足りたんですけど、この2番目の音がどうしても音がそれ以上低くできず使うことができませんでした。なのでだったらいっそもう上げてしまえと思って、最初はこちらは B 調で届くんですけども C 調にしてもダメだったので D 調にしてみました。どうでしょうね、使えるかな。なんかこれはこれで可愛い音になったなっていう感じがします。でもまだこれがね上段までチューニングができてないんです。上段はどうやったらいいものかちょっと今悩んでいますので、上段をフルルと同じような
キーの配置にしてしまうと全ての半音が使えないので、もういっそチルエンジェルズ系の全ての半音が入る並び方に変更してみようかななんて思っています。そして1点だけ注意点をお伝えしていきたいと思います。キーを抜き差しする際の注意点です。中国製のカニバのキーはメッキ加工されているものがほとんどだと思われます。あまりにも抜き差ししてしまうと、キーの状態によってはこちらのようにメッキ加工がね剥がれてしまう可能性があります。このブリッジのこの入るところがですね、このようにベロッとめくれてしまいました。このような状態になることもありますので、ご注意の上お試しください。はい、ということで今回は不良品をどうにかこうにか再利用すべく試した点をご紹介してみました。参考になるかは分かりませんが、カニバが到着してなんかおかしいな、なんでこんな音がするのかななんて思った際のチェックの仕方としても一度見ておくと良いかなと思いましてご紹介しました。販売店が工場から届いた商品を最終チェックせずにそのまま販売される商品も少なからずあるそうです。その場合ですと、もしかすると先ほどのようなカリンバが届く可能性も十分ございます。可能ならば返品交換のしやすい Amazon のプライム発送をお勧めいたします。丁寧に対応してくださる店舗がほとんどだとは思いますが、中には不良品のカリンバだったにもかかわらず、そういう音だよね、そういうものだよみたいな感じで泣き寝入り状態だったという残念なお話も耳にしたことがあります。ツイッターで時々見る言葉なんですけども、カリンバガチャという言葉がありまして、その言葉はね、正直私は好きではないんですが、どうしてもね不良品が届くことが起きてしまうこともあります。その時に対応がきちんとされている店舗かどうか、過去に返品交換をスムーズに対応されているのかどうか、レビューなどじっくり確認の上、カリンバ選びをお楽しみください。マーケットプレイスの商品でも購入の際には Amazon だからとして安心して買わずに、できれば出品者の情報もしっかりと確認の上購入された方がいいかなと思います。海外から届くものは出品者の情報のところが、例えば中国とかそういった海外の住所になっています。日本の店舗でしたらその出品者の情報が日本の住所になっていますので、出品者の情報もしっかり確認しながら Amazon でのカリンバ選びをお楽しみください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。